こんにちは、姉のもしこです。私は3人兄弟の真ん中です。今回は弟が見たヤバい同質患者の人間ドラマをお伝えします。ありのままリアルだとコンプラに反するので、2割ほど弱にして脚色していることをあらかじめご承知おきください。1、どう見ても老筆な。個々の仕切りカーテンはいつもお互いの顔が見えない程度に閉めています。なので隣の様子も多少目に入り、話の内容も聞こえてきます。この日弟の迎えに16時頃患者が入ってきました。新しく入ってきた40半ばの患者は足の骨折の再手術のようでした。人を見た目で判断するのはよくありませんが、どう見ても10歳は年上らしき女性がすぐに面会に来ました。おそらく奥さんでしょう。要望は頭頂部のカラーが抜けて視野が見えます。全体はオレンジブラウンのセミロング、悪趣味なミニスカートを、赤いヒール、マジでこの格好で面会に来たのかと目を疑います。昼間はあまり見かけない属性。絶対に看護師さんたちのネタにされていることは、10年間保証して、に Amazon ギフトカードもつけます。そして嫌でも聞こえてくる会話の内容は、奥さんは入院必需品を家から持ってこなくて、値段の高い売店で全部新たに買い揃えたことに、患者旦那が文句を言っていました。また、旦那は衣服やタオル類をレンタルせずに、自前のもので済ませようと考えています。しかし奥さんは、洗濯や面会の回数が増えて仕事に影響するから嫌だと、遠慮なしに大きな声で言いました。マジか。空気を読まず節操がなさすぎる。まあ、奥さんの言い分もわかります。病院に通う時間と、衣類やタオルの洗濯の手間を考えたら、レンタルの方が合理的で経済的かもしれません。ちなみに、この病院のレンタルメニューは、最高位の A セットで月額税抜き1万6000円で、内容は患者以上で、バスタオル、フェイスタオル、シャンプーリンス、ボディーソープ、割り箸、スプーンフォークなどです。定額なので病院やタオルを日に何枚か交換しても追加請求されないというメリットがあります。弟のように直腸に麻痺のある患者にはありがたいサービスと言えます。結局旦那が押し切られてレンタルセットになりました。話が変わって、奥さんの面会ファッションについて旦那が自制するように言い聞かせますが、じゃあ、次は落ち着いた黒ずくめてくるわ。しばらく沈黙が続いて、旦那がテレビカードと水を買ってくるように奥さんに頼みました。いくら経っても奥さんは帰ってきません。そのままとんずらかと思ったら、看護師さんはお釣りと買ったものを持ってきました。面会時間が終わっても病棟に入ってきたので帰ってもらったそうです。どんくさい。看護師さんは換気のため黙って窓を開けました。奥さんの香水の残り香が強烈だったのでした。弟は病室を4回引っ越ししていて、その後、同室だった患者さんからその奥さんは二度と面会に来ていないことを聞きました。その代わりに生徒会長風の真面目そうな男子高校生が金曜の旅に面会に来ていました。いい話だと思いましたが、お金の無心だったそうです。悲しい。2、研究者の手術入院。弟の迎えに、この病院の研究者が患者として入ってきましたが、何の科目かは興味がなく不明でした。担当看護師のオリエンテーションの間、研究者さんの対応が真摯すぎて驚きました。上品で、同居中に飲食する音や体から出る音、その他不快な音が聞こえてこないのです。弟はかかる上品な紳士を見たことがありません。皮肉なしに上級国民を初めて見たのでした。ただ一つ迷惑だったのが、時間に関係なく関係者が論文や学会のスケジュールなどの打ち合わせに来ることでした。時には消灯の時間を過ぎてもしばらく続いていました。話し声は耳に入りますが、内容が専門的で理解不能のため、BGM のように邪魔ではないのでした。看護師さんもそこは特別待遇です。別の回でお伝えしますが、面会は午後2時から5時までの30分間で、1回の人数は3人までという原則があります。その後、
研究者さんは手術をして部屋に帰ってきても、専門もおめき声もなく、穏やかな術後を過ごされていました。弟が部屋の移動になるときに失礼しますと、挨拶で声をかけたら、神主さんの祝詞のような声で、どういうこと？どうぞお元気で、と言われました。世の中の毒にさらされていない無菌環境にいるような象牙の塔から来た人は初めて見たのでした。まだまだとんでも人物伝はありますが、今回はここまでです。次回は入院ライフの初期設定を解説します。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。先生、変なやつに騙されないようにお気をつけください。ではまた。